皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちらの世界初の 5G 対応タフネスゲーミングスマホ、ブラックデューの BL5000 をいただいたので、こちらを見ていきたいと思います。てか冒頭のあれは一体？やはりタフネススマホってどのくらいタフネスなのか、ちょっと気になったのでやってみました。本当に壊れなかったのかしら？その辺も含めて見ていきましょう。ということで早速開封していきます。ちなみにこちらの箱は白を基調としたシンプルでかっこいい箱になっています。上蓋を上に持ち上げると中身が出てきます。中身はこんな感じですね。全部取り出してみましょう。中身はこんな感じでした。結構シンプルね。まあ必要最低限って感じですね。ただこちらの充電器なんですが、日本のコンセントでは使えないやつなんですよね。こちらはレビュー品だったのでこのタイプでしたが、正規購入の場合は日本で使用できるやつがついてくるそうです。はい、こちらが本体になります。本体の開封をしながらスペックのお話もしていきましょう。こちらの BL5000 ですが、まず OS が同期 OS2.1 と呼ばれる OS で、Android 11が入ってます。同期 OS って何？調べたんですがよく出てこなくて、ブラックデューの独自 OS なんですかね。続いて CPU ですが、こちらはメディアテックディメンシティ700という CPU が載っています。こちらはオクタコアで最大 2.2GHz で動作するみたいです。そしてメモリは 8GB で、ストレージは 128GB となっております。スペックのご紹介中ですが、スマホに最初から付いていた保護シール内に記号がいくつか入ってたんですよね。ああこれはきちんとしたい人には惜しいわね。まあ新しいのを買ってもいいんですけどね。それではスペックのご紹介に戻りましょう。ディスプレイは 6.36 インチで、対応バンドはこのようになっております。大手3社の 4G に大事な、バンド1、3、8、11、18、19、28に対応してるので、利用するには問題ないかなと思います。SIM が2枚挿せるのですが、SD カードなどは入れられないので、ストレージを追加で欲しい人には厳しいかもですね。カメラスペックはインカメラが16メガピクセル、アウトカメラは12メガピクセルと16メガピクセルと、公式に記載があるんですが、これどう見ても3つカメラありますよね。で、調べたところどうやら1つはマクロレンズっぽいです。バッテリーは 4980mAh なので、普通に使う分には問題ないようですね。大きさは 164mm×80.4mm×12.8mm になります。私の持ってる iPhone 11と比べると一回りくらい大きくなります。重さは 270g なのでちょっと重い感じはありますね。まあタフネスだし仕方ないわよね。それから最後に日本の技適もきちんと認証しておりますので、国内での使用も問題ありません。警察来ちゃうしね。そうですね。それから液冷システムを採用してるみたいなので、スマホが熱くなるのを防止してるみたいです。パソコンの水冷みたいね。多分そんな感じですね。そしてタフネスの由来の通り、IP68、IP69 系の防水、防塵性能に加え、見る規格見る STD810G も備えているみたいです。IP68、IP69 系？見る規格？ IP68 と69系の防塵性能は同じですが、防水性能が違います。IP69 系は高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないそうです。何それどんな環境？とりあえずすごいですよね。シュラララ。それでは実際に起動させてみましょう。起動させるとブラックデューのロゴが出てきます。そのまましばらく待ってみましょう。するともう一度ブラックデューのロゴが出ます。2回も宣伝してくれるのね。はい、ここからは初期設定になります。日本語も標準登録されているので、そこからどんどん設定していきます。ということで初期設定が終わりました。デスクトップ、トップ画面はこんな感じです。黒を基調としたシックな感じですね。それからロック解除はフェイス登録と指紋認証の2種類があります。フェイス認証だけだとマスクしてるとロック外れなかったりするのよね。ですね、2種類あるのは便利ですね。ではどのくらいでロックが解除されるのか見てみましょう。もうついたの？割とロック解除は早いみたいですね。電源ボタンが指紋認証になってるんですが、触れて約1秒以内ってところでしょうか。この速さなら快適に使えそうね。そうですね。
ではせっかくなので暗筒ベンチマークも回してみたいと思います。暗筒？まあパソコンでいうシネベンチとか FF14 ベンチみたいなもんでしょうか。ただこれゲーミングスマホっていう割に結構カクカクなんですよね。ちなみに結果はこちら。36万3668点でした。それって高いの？ざっくりとした目安で言えば、重いゲームもなんとかできるぐらいですかね。そうなんだ。なので実際にゲームをしてみました。まずは原神ですね。最初のムービーのところはちょっとカクつくところもありましたが、戦闘シーンとかではとりあえず問題なくゲーム自体はできそうですね。続いて、スマホゲームでもそこそこ重いらしいコールオブデューティーをやってみました。初めてやったので設定は全てデフォルトのままです。スマホ版 FPS ゲームみたいですが、結構面白いですね。勝利。続いて、ウマ娘もやってみました。これも特に問題なく動きましたね。スマホゲームって何が重くて参考になるのかよくわからないので、よかったらコメント欄で教えてください。では続いてはこのスマホのカメラ性能を見ていきましょう。シュラララ。今回はこちらで撮影をしてきました。富士井サファリパーク。こちらでいろんな動物たちを撮影してきたので見ていきましょう。あいにくの天気でしたが、こちらはサファリバスになります。こちらはヤマアラシ。こちらはシュラミチャ。じゃなかったリスザル。おい。こちらはハイエナ。こちらはクロヒョウとなります。写真性能はそこそこいいんじゃないでしょうか。では続いて動画性能も見てみましょう。ではサファリゾーンへの車載カメラとして、動画を撮影していきたいと思います。今回は車内に三脚を立てて、そこにスマホをセットした状態になります。目の前に見えてきたのがクマですね。車がたくさんいるのでゆっくりな映像になります。続いてはライオンになります。左側の木の下で雨宿りしてるメスライオンが見えるかと思います。それよりも結構雨降ってるわね。ですね。せっかくなので少し走行状態も見ていきましょう。三脚だけというのもありますが、そこまで手ぶれ補正は強くはないかなと思いました。まあ道路もガタガタしてるんですけどね。ではここは虎になります。ちょうど左側を車と一緒に歩いてくれたので、虎と一緒に映像をお送りしたいと思います。おお、動いてる虎ってかっこいいわね。確かにそうですね。はい、こちらは左側はキリンで、右側はサイになります。ここも渋滞してるのでゆっくりですが、動物たちを見ていただければと思います。あんな元気に走る際初めて見たかも。確かに私も初めてかもしれません。ということでサファリゾーンを映像でお送りしました。カメラ性能としても普通に使うには全然問題ないかなと思います。確かにそうね。では続いては、このスマホの真骨頂、タフネスについて検証していきたいと思います。一体何するの？それはお楽しみです。シュラララ。それでは早速検証をしてみましょう。まずは水攻めからやってみましょう。水攻めって？とりあえずこちらのタッパーに水を入れます。ちょうど1リットルの量の水が入りました。それではこちらに BL5000 を入れていきたいと思います。せっかくなので YouTube を流した状態で入れてみたいと思います。それでは入水スタート。スマホが水の中に入るってなんか斬新ね。防水スマホは多いですが、なかなか声に入れる人はいないですよね。それではこの状態で30分入れておきたいと思います。カットするのもあれなので100倍速で回していきます。中の動画がずっと動いてるのがわかるわね。そうですね。ただここでループ再生がなぜか止まってしまったんですが、水の中だとタッチの反応ができないので、とりあえずこのままにしておきます。ということでこちらが30分水に沈められたスマホになります。水のせいで軽く誤動作はしていますが、乾いた後は問題ありませんでした。それでは続いてこのスマホを、もう一度水の中に入れて、今度は1時間とか、凍らせてみたいと思います。このまま冷凍庫に入れてきます。はい、こちらが一晩冷凍庫に入ったタッパーになります。うちの冷凍庫が弱かったのか、完全に氷漬けになることはなかったのですが、半分ぐらいは凍ってたのでよしとします。うわ、本当に氷がある。本当はカチコチを期待してたんですが、残念ながらそこまで凍ることができませんでした。凍らなかった水を捨ててきます。はい、こちらが凍った残骸になります。うわ、水が多いかと思ったけど結構凍ってるわね。
そうですね、そこの部分はタッパーにべったりくっついてました。こんな感じで氷のフレームができてました。なんか、すごいわね。なかなか見ませんよね。で、こんなに凍ったけど動くの？はい、それなんですが、普通についちゃいました。こんな氷漬けでも普通に動いちゃうんだ。はい、やっておいてなんですが、びっくりですよね。もちろんスピーカー部分等に水滴があると音が聞こえにくかったりするので、その辺はきちんと乾かしてから使いましょう。で、せっかくなんで、お風呂にも落としてみました。それも試しで、何回も、落としてみたんですが、この程度じゃ特に問題はありませんでしたね。やっぱスチームジェットじゃないとね。では次のテストをしてみましょう。次は石階段から落としてみたいと思います。そんなことやったらスマホがバキバキに。いい感じに転がってくれましたね。とりあえずパッと見は大丈夫そうですね。起動の方も、大丈夫そうですね。せっかくなので、2回、3回、液晶側から、4回、5回、カメラ側から、6回、最後に踏みつけてみました。踏みつけるって。で、結果的にフレームや保護フィルムは傷がついたんですが、動作には問題がないって感じでしたね。さすがタフネスね。ここまで堅牢とは思いませんでした。シュラララ。ということで今回は、ブラックデューの BL5000 をレビューしてみました。さすがタフネススマホ、このぐらいじゃ全然壊れませんでしたね。いや結構無茶なことやった気がする。で、あんた的にこのスマホどうだったの？はい、こちらのスマホなんですが、実際に2週間ほど普通に SIM カードを入れて使ってみて、私的にいいところ、悪かったところをまとめてみました。ではまず良かったところから。まず一つ目の堅牢性は本当に高かったなと思いました。あんだけ落としたりしましたが、画面も割れませんでしたし、後ろの映像で保護シールを外したんですが、画面は一切傷がありませんでした。シールのおかげもありそうだけど、傷一つないのはすごいわね。それから二つ目が普段使いなら全然スペック的にも問題ないかなと思います。YouTube を見たり、Twitter、ゲームをしたりとか全然問題なかったですね。そういえばゲーム中、熱くなったりしたの？液冷といえど完全に冷やしきれてるわけではなく、あったかいな、とずっと使って持っていると感じることはありました。スマホを直接持ってるとそういうのあるわよね。それから契約をしてないので試せなかったんですが、5G 対応っていうのもいいとは思います。5G は早いみたいだしね。ですね。続いて悪かった点ですが、まず一つ目が SD カードがさせないってところですね。元々のストレージが 128GB はあるんですが、ゲームとか写真とか増えてくると追加ストレージが欲しくなってくるので、ストレージの追加ができないのが惜しいですね。それから二つ目のケーブルが差しにくいですが、こちらをご覧ください。ちょうど端子カバーのところが引っかかりやすくなっているので、それがいまいちでしたね。それから三つ目の SIM を挿しても設定をしないといけないってのが、一番厄介だったかもしれません。私はソフトバンクと楽天の SIM しか持ってないので、他社のはわかりませんが、どちらも SIM を入れて APN 設定だけだと通話用の電波しか拾わず、4G の電波を拾うことはありませんでした。で、楽天の SIM に至っては、開発者モードに入って色々設定しないと、電波を受信しなかったので、これがもう少し簡約化されてたらよかったかなと思いました。SIM を挿して APN 設定以外にも設定しないといけないのは確かに大変ね。ですね。まあでも値段と性能を見たら結構いいスマホだとは思いますよ。あれ、そういえばこれいくらなの？はい、こちら現在セールで33,662円になります。この堅牢性と 5G、そして技的も通ってるって考えれば、結構ありなスマホだと思います。確かに。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。